皆さんこんにちは。こんにちは。本日なんですけれども、以前質問箱で募集した、質問がですね、そろそろ溜まってきたということで、本日はそちらの質問に答えていきたいと思います。はい。じゃあ早速。じゃあ、今日一つ目の質問が、父さんは広島出身だから、自分のことをわしっていうのはわかるんですが、まーさんはどうしてわしって言うようになったんですか？父さんのが映ったのかな？そうですね。これはおっしゃる通りでございます。でそう僕も気づいたらね、わしって言うなってたけど、わしっていう方がさ、言いやすいなと思って。そうね。わしもさ、自分でわしって多分昔言ってなかったけど、真央君と付き合ってからかな。あ、本当に？父さんがね、わしって言うんよ。これ基本なんか上の年齢の人たちまあわしって言うんよね。やっぱそれ映ったんだよね。あ、そうだね。なんかいつの間にか気づいたらさ、僕もちょっとなんかはっきりと覚えてなくてさ、気づいたらで妹にもさ、突っ込まれたんよ。あ、そうなん。そうなんかLINE でさ、兄弟のグループがあって、そこでなんかわしがなんたらこうだって言ったら、なんかわしって言うようになったんだみたいな感じで突っ込まれた。あ、そうなん。やっぱ一緒におるとね。あ、そう映るね。ということですね。そうね。なので、そうおっしゃる通りっていうことで、ありがとうございます。ありがとうございます。で2つ目が、自分たちもいずれ同棲したいと考えているのですが、お二人はお金の管理はどうされていますか？参考にさせてほしいです。ということで、これは基本支払った後にレシート残して、で払ってない側が半額を、うちは基本ペイペイでそう使ってて、送金にお金かかんないしっていうので、一応こだわりっていうか、前ちょっと揉めて、なんかこう支払ったのに、もう一回二重請求されそうになったりとか。それ自分のなんか逆に払ってない時もあったからでしょ。支払ったかわからないものが出てきたりとかした時があったんで、名称、その払ったものの名称をメモに残す。僕はずっとやってたんですけど、やってくれてなくて、そういうなんかちょっと揉めた時にちゃんとやってねって言って、そこからはちゃんと入れてくれている。基本その日々のやつはそれで、またなんか別でローンのお金と、あと光熱費とかは金額がちょっと半額になっても、1万円を超えるものに関しては、基本ちょっと現金で振り込んでもらうか、手渡しでもらったりとかしてる感じです。でその貯金に関しては、もうそれはそれぞれで、管理している感じなんで、お互いいくらあるかっていうのは知りません。なのでそこはね、自由にねしてますっていう。それで自分の使うものは自分で管理するって感じで、そこは関与していません。でその次がさっきもあったローンのお金に関わるやつだよね。3個目が、住宅ローンはお二人でどのように負担しているんでしょうか？ペアローンですかっていうことなんですけど、まずペアローンではない、してません。で、僕単体でローンを組んでて、で毎月半額を僕が銀行にもう自動的に振り込んでくれてるっていう。単体ローンとペアローンでメリットデメリットあるので、それは2人で話し合って決めていただけたらっていう感じだなと思ってます。そうね。単体ローンとあと一応ペアローンのなんかメリットデメリットみたいなのは簡単にだけど調べた感じをちょっとお伝えする。あなたがね。私？じゃあまずメリット、単独ローンでのメリットとしては、支払い組組だって支払い義務の責任がまず明確されてるのと、別れた時になんか楽っていう、組んでない方を追い出せばいいからね。そうねっていうのがまずメリット。デメリットとしては、借りられる金額が少ない。一人で借りるっていうことです。その年収によっての金額が決まってくるんで、一人の場合だとちょっと金額が少なくなってしまう。そしてあとローン控除が少なくなる。金額がね、その2人じゃなくて1
1人だったら1人分しかもらえないので少なくなるのと、あとこれはだからそもそも、単独、マー君が、ね名義で買ってて、これ本当に信頼関係がないとそうだね、成り立たないやり方、我々の場合。だからなんかねもしどっちかが違うところに本気になっちゃって、でも例えば僕がそうなったとするじゃん。そう出てってってなるよね。そうでそしたらわしはもう出ていくしかないじゃん。そうしたら今まで払ってたものも、家賃みたいな思えばそうだけどでも全てを失うようなものになってしまうじゃん。全てじゃないけど。だからそれはなんか信頼関係がすごい大事だなっていう。っていうのを、最近になって気づいた。遅いよ。だから家帰る楽しみとかってなっとったじゃん。そうなん。僕は結構あれやったけどね。そう楽しみの方が上回っとったけん、そこまで真剣に考えてなかったけど、よくよく考えたら、お互いでマー君もさ、わしが他のいい人を見つけて出てったとして、そしたらマー君が全てローンを負担しなければいけないっていう、お互いに負荷が信頼してないとちょっとまずい状況になるっていう不安な要素っていうのは単独ローンで組んだ場合はあるかなって感じに思います。公正証書を一応なんかちゃんとこういうことがないように念のため最初に2人でこうするのもいいかなとは思うんですけど、僕たちはそういうのしてない。信頼関係だけで成り立っている状況ですね。でその次にペアローンの場合のメリットとしては、その単独ローンと比べて借りられる金額が2人だから多めに借りられる。なんか2人とも収入によって借りられる金額があるからね、同じぐらいのね2人が稼いでたら2人分の上限が上がるので、その金額が多くなるっていうのと、あとはローン控除を2人とも受けられるので、2人ともローン控除がちゃんと受けられるっていうか返ってくるお金も多いよっていうのと、あと2人とも男子に入れるから、片方が亡くなった、もし何かがあって亡くなってしまった場合も、その半額が不要になることが多いじゃん。っていうその負担、残りの負担みたいなところは負担がなくなるっていうのがね、メリットとしてはあります。でデメリットとしては諸費用が高い。2人分かかるからね。だからローン控除は2人分受けられるけど、諸費用が高いからプラマイどうなんだろうね。トントンみたいなトンなんかな。何百万ぐらいかはかかるじゃん。そうね。だけどその諸費用が高いのと、あとは2人だから手続きがね大変。なんかあれだよね。2人いてなんか同じスピードでさ、どっちもその審査とかそういうのが全部スムーズにいけばいいけど、どっちかがなんか審査でね止まったりとかした時になんかちょっとうまくいかなかったりとかっていうのもあるから、で結構なんかマンション買うのってさ、なんか速さ勝負じゃないけど、なんか先になんかいろいろ進んでいける人たちが有利じゃん。部屋を決めるのも。そうね。それがなんか家とかの場合だったらまた別だけどさ、その手続きがちょっとこうもたつくのはデメリットよね。それはあるね。で最後のデメリットがさっきと一緒だけど、もうこっちはもう完全に2人で、ずっと組んでるから、なんかこう別れるようなことがあった時に、大変っていう。そうね。これはちょっと大変そうだね。こっちはだってね契約してるし、結局どっちにしろ別れる時は大変。っていう感じで、なので2人で相談した上で決めていただけるのが一番かなと思います。じゃあ次の質問が、自分もお二人と同じで、姉弟の一人長男でゲイなのですが、家計やお墓など将来のことで悩んだりします。お二人は何か考えていたりしますか？これね、
何歳の方かもね全然わかんない、質問だけで来てるんですけど、すごいしっかり考えられてるなっていうのがすごい感想としてあって、なんか自分そこまでちゃんと考えてなかったなっていうのが正直な答えでございます。はい、2人ともねあんまりお墓のことについては考えてない。はい。でマー君の場合はうちはそもそももともとねブラジルで生まれてて、でお墓が日本にないので、多分探せばあるけど先祖のねそうそうあるけど、ないので、なんか親となんかこの質問もらって、この前ちょっとね帰省してた時に、お母さんにちょっとなんか軽く聞いたら、お母さんはなんかもうどっかに巻いといて散骨してくれみたいなことで、あとなんか僕たちって、結局子供ができないし、そうね、甥っ子とか姪っ子はねそれぞれいるけど、墓参りに来てくれる想像がつかない。あと自分的になんか負担にはさせたくない。それはあるね。周りの人にさ、うちの場合はさ実家の方にお墓はあるけど、お参りしたもんねこの前。そう一緒にお参りしてもらったけど、まただから自分の場合は母親にもう一回ねちょっと今度聞いてみようかなと。家族で兄弟でも話してみてしようかなと思ったので、きっかけとしてはすごいありがたい質問だなと思います。僕なんだかんださ、なんかたまに思うんだけど、ケンちゃんのさお骨まだあるじゃん。でなんかユリアとかさトモくんもそれいずれはさ子たちよりは先にね亡くなっちゃうじゃん。その時になんかみんな一緒のとこに入りたいなっていうのは想像としてはあったけど、別にお墓じゃなくていいよなって思う。そうね。てか兄弟も年齢近いからさ、誰が先に亡くなるかなんかもう分かんなくないね。もしなんかすごいさ姪っ子甥っ子がさ、なんかすごい僕たちのこと気にかけてくれて、なんかしてくれるんやったらちょっと考え直すきっかけができるかもしれないよね。そうだから今現時点では特に何も考えてないっていうのがアンサーで、ちょっと参考にならない答えだったで申し訳ないですけど、今の我々が考えているのはこの内容でございます。でも他のさこのチャンネル見てくれてる人たちって、同じゲイの人たちゲイカップルの人たち多いと思うんですけど、なんかそういう人たちってなんかどう考えてるのかなんかコメントにねそうねちょっと入れてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。参考にさせてください逆に。はいじゃあ次、父さんはどうしてそんなに料理が上手なのですか？いつも手際よく作ってらして美味しそうです。ありがとうございます。美味しそう。てかもう料理美味しい。なんか料理はなんかもう昔母親がなんかもうキッチンでさこうご飯作っとるのとかなんかこうじーっとこう見よったんよね。昔から。見るのは好きだったね。でなんか切っとるのとか見とるけん、なんかこうしたらいいかなってずっと小さい頃から考えてたけん、なんかそれで料理は好きだったっていうのはあるし、あと一人で小学生の時に鍋とかフライパン出して、その中に調味料ぶっ込んで、なんか3分クッキングとかさ料理番組も好きだったけん、なんか真似しとった。そう真似しとった一人で。じゃあ適当に入れてたってこと？そうぶち込んでた。なんか砂糖それ片付けたん自分で？多分放置しとったかもしれないちょっと真似したりとかっていうのは昔からそういうの好きだったけどさ、多分そういうのがあって、今も多分好きなんだろうね料理するのは。すごいね。そうでもよ、このいつも手際よく作ってらしてっていうのは動画なんで全てカットされるじゃん。そうね。私がもたもたしてるとことか。そうね編集マジックっていうこともあるので、なので手際よくっていうのは間違いでなんかさ前ソーセージ作った時も、なんかレシピのなんか砂糖か白ワインを入れ忘れたりとか、なんかそういうちょいちょいなんか抜けたりするよね。そうでもテレビとかもそうじゃん。結構こうカットされてるからさ、よく見えるけど実はなんかねっていうのと一緒です。ですね。僕がなんか偉そうに言ってるけどなのでちなみに僕もさ昔多分小学校 2,3 年生の時に妹とさ僕の友達かな3人でなんか料理しようよっつって同じそっちは一人やったと思うけどなんか妹巻き込んで友達と
このなんかでっかい塊の肉をなんか無駄にしたことがね、実際でお母さんに激怒されたことがある。ああ、それは怒るね。うち調味料なんで。うち調味料。そう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 。肉はね、食材はちょっとね。そう切れられたっていう記憶がある。切れられたっていうかなんか怒られた。そうそう。そんなこともあったよね。多分それでね料理できなくなった気がする。それは限らない。いや、わし未だに信じられるのがさ、マー君なんか料理しとったってことじゃん昔。一人暮らしの時作っとったって。あれ嘘だよね。嘘じゃないって本当に作ってたから写真残ってるよ。本当？作っとったっていうかなんか本当に作ってたけど、作んなきゃいけない状況に置かれないと作らないって感じ。はい。では次の質問です。はい。2人のポジション、受け立ちが知りたいです。はい。この質問は NG です。そうなん NG なまあ NG っていうか、まあ秘密があった方がいいじゃん。そうなん、まあご想像にお任せします。ご想像に。そうなんじゃね。はい、じゃねえよ。はい、で次ね、最近はマスクで顔を隠している感じですが、顔の公開をしないのですか？これのことね。あ、これね、今の状態ね。そうね。まあ現在のところはそのマスク外しての顔出しは考えておりません。はい、ちなみにこのマスク自体も、こう1段階公開してるように受け取られてるかもしれないですけど、でも実はこれは動画編集で、当がモザイクをつけるのは面倒くさいっていうとこから始まって、そうじゃあまあここだけだったらいいよねっていう話で、でも僕さだいぶさ、会社行った時にさ、マスクするじゃん、バレるよねって確かに結構この顔の人多いのかもしれんけどさ、分かる人には分かるよね。分かるだろうね。まあ2人とも家族にはカミングアウトしてるし、で職場の人に自分はカミングアウトしてて、社長さんの方には言ってるけど、マウ君の方がね会社にねちょっとバレると。そう僕はね、なんか会社の人に結構 LGBT に関して結構多分苦手っていうか、多分受け入れられない人がちらほらいるのをもう感じていてっていうかもう実際言われてて、僕がゲイだって知らないけど、僕に対してなんか会社がこう LGBT の人たちになんかそう配慮しましょうみたいなことをなんかそのハラスメントの研修で言ってたんだけど、その直後になんでなんかあいつらにまで気を使わなきゃいけないんだみたいな感じで、僕にちょっとなんかどう思うよみたいな感じで言われたことがあって、当事者に僕当事者ですけどって言えなくて、言えなかったけど、いやなんか本人たちはどう思ってるかわかんないですよってちょっと濁しといて、守られたいけどさ、なんか無理してっていう感じではないから。そうね、なんかそういうのもあったけんちょっと顔出しはって言ったけど、この状態でもバレる人にはバレるよねっていう話だよね。そうっていう話ね。まあ今のところはねちょっとこれは外しては考えてないですけど、まあいつかねその時が来れば出そうかなと思っております。そうだね。はい。1万人ぐらいいったらねとか言ってでは次の質問。視聴者の男女比や年齢差はどんな感じですか？ちょっとこれ見てみようか。全体で一応女性が 44.3% で、男性が 55.7%、なんでなんか僕の想像だと、同じようなゲイのカップルとか、ゲイの方が見てくださってるのかな、コメントとかも見てて、見てくださってるのかなっていうのと、あとやっぱ女性の方もどっちかっていうとなんかストレートの男性よりストレートの女性の方がなんか理解してくれることの方が多いじゃん。まあね、だからなのかなってちょっと思っております。あとレズビアンの方とかもいらっしゃったらね、なんかコメントしてくれもらえると。いらっしゃったよね、レズビアンの方。そうなんだ。コメントでいただいたことがあるので、そうと年齢で言うと、結構今日平均的平均なんか全体的に似たりす
寄ったりっていう、似たり寄ったりっていうかね、大体なんか30代から60代ぐらいまでが大体 20% から25% ぐらいか、多くて50代から60代の方が一番多いね、その次に40代から50代の人っていう感じで分かれておりますけど、意外となんかそのなんだろう、おたちの大先輩ぐらいの人たちが見てくださっているのはそうね、超嬉しいね。ありがたいです。なんか逆になんか若い人たちの方が見てなんかゲイとかのやつって見んのかなって思ってたけど違ったね。そうね。そう理解してくれる人がどんどん実は多いのじゃないかって思っております。確かにありがとうございます。ありがとうございます。そうで、あとなんかちょっとこれに関係ないかもしれないですけど、なんか字幕を今、当が頑張って日本語以外か。そうね、英語とスペイン語とポルトガル語とロシア語を今つけていて、なんか、そもそもあれだよね、なんか字幕欲しいなってコメントをもらったのがきっかけで、一応その海外の方も見てくれてんだっていうね、っていうのでなんかコメントも最近は海外の方からいただくことが多くて、ありがたいことに、ありがとうございます。なんか何カ国だろう、英語とスペイン語、ロシア、アラビア語、フランス、ポルトガル、ドイツ、多いな、イタリアそう多分この8カ国語を最近はつけているんですよね。コメントでくださるのはロシア、ポルトガル語も結構ある、ポルトガル語、あと英語か、海外の方にも見てくださってるんだって思うとね嬉しい、すごくね。そうだとね、あと1点だけここになんか出てくるからちょっとあれなんですけど、チャンネルの登録者のなんか総再生みたいなやつがあって、今登録していただいている方が 48.8%、だけど、登録してない人が 51.2% 見てくださってて、できたらこの登録してない方、そうですね、この 51.2% の方々ちょっとぜひ登録をお願いいたします。お願いしますそうね、半分の方がまだ登録まだしていないということで、いただいていないので、してくださったらめっちゃありがたいです喜びますとか言って喜ぶだけかよみたいなね確かに何かを一応伝えることは自由だから、そうね、なのでお願いだけよろしくお願いします。お願いいたします。はい、じゃあ次の質問が最後かな。自分はゲイ活動が遅かったのもあって、ゲイの知り合いがいません。お二人のゲイ友達はどうやって知り合ったんでしょうか。私は同じくゲイ友達がいませんてかね、そもそもあれなんよ、なんかわしさ、その不器用なんで、不器用な男なんで、なんか例えばマー君と一緒に付き合ったら、もうマー君だけになっちまうよわし。そうだけど休みもずっとマー君と一緒じゃん、柔軟にこうできんっていうか、なので、昔友達だった人もで、その友達と仲違いして、でその後にマー君と出会って、で今までこうずっと来てるわけだけどさ、だけどいないんですよでもあれだよね、なんかその、タイプがないからさ、もしかしたらないからそのなんか好きなそのタイプあるけど、なんか恋愛とは別じゃん。でだから多分あれじゃないの、そのタイプがこれって決まってたらさ、なんかそれじゃない人たちはさ、その対象として見ないじゃん。なんか僕結構友達、今のいるゲイの友達って、なんかそのもうタイプじゃない人がやっぱり多いっていうかほとんどそうで、そうだからそういうなんだろう、タイプじゃない人じゃないとやっぱ友達にはなれない。でマー君は？で僕はその20代の頃にそのゲイバーとかあとイベントで友達ができたんだけど、この人たちともなんか長く友達できたのはタイプじゃなかったからなんよ。なんか人間としては好きだけど、ちょっとなんか生理的に受け付けないとかさ、あるじゃん。生理的に受け付けないってどういうこ
なんかちょっと匂いがとか、なんか好みが、なんか匂いの好みがちょっと違くて、ちょっとたまにうってなるとかなんかちょっとこうウィークポイントが1個ぐらいないと多分友達にねちょっとなれないのかも。なんかずっと一緒にいれたら、本当にそれってさ、彼氏になればいいじゃんって感じになるけど、なんかそういう最後の引っかかりが、とかそうって気がする。だと僕は結構なんか20代の時活発に活動してたから、そのなんかイベントってやつも昼間のイベントで友達作りましょうみたいなイベントやって、そこでなんかたまたま同じチームになった5人か6人だったんやけど、その6人と5年ぐらい名古屋に行った時はずっとつるんでてって感じで、そこにいろんな人を僕が知り合った人をこう入れ込んでたそこ入れて10人ぐらいに膨らんで管理できなくなって爆発したつなぎだったわけね、あなたは。つなぎてること？つなげてそうつなげて、最終的になんかあいつうざいよねってなって、あれそうなんうざいよねってなって、僕がちょっとなんかそれを違う人から聞いて、じゃあちょっと皆さんと壁作りますってそうなんって言ってレディーゴーしてそんなことあったんだね。あった。そっから友達はだいぶ減ったね。友達の友達とか、友達の友達おすすめかもしれない。なるほどね。ペーターさんだったそう、ペーターと友達で、でヨウさんがその彼氏さんだったんですね。そうなるほどね。で友達のさ、彼氏に手出そうと思わないじゃん。まあね。でもそういう人もおるかもしれないよね。そういうのに気をつけて。僕はそういうのは無理だから。そうなんで、でもその今の年齢でゲイ活動が遅かったっていうのがどれぐらい遅いのかちょっとあれだけど、僕もちょっと行くの苦手なんですけど、ゲイバーに行くのはおすすめかもしれない。ネットで調べたりして、落ち着いてるとこ、その自分に合うとこっていうかさ、なんかジャンル的にとか、タイプがあるのが分かるんだよね、ゲイバーって。あとはアプリで出会った人に連れてってもらうとかね。でもどうしてもねちょっとなんか個人的に思うのが、やっぱりさ、なんか男じゃん、で友達作ろうとした時にさ、自分のタイプの人を選びがちなんだよね、絶対。そうだろうね。そう、僕もそうだったし、そうなるとさ、なんか恋愛になるか終わるかどっちかね。確かに。その友達ってなったことあんまない。アプリで出会った人、僕はね。タイプだったらそう、タイプを絶対選ぶよね。そう、最初はそうだよね。アプリだったらそうじゃないね。あとサークルもおすすめかも。スポーツするサークルとか、マーク合唱団に入ってた。そう、昔ゲイコーラスに入ってて、それもコンサートが大会に向けてカップリングができて、コンサート終わったらみんなこう別れ出してで片方が居づらくなってやめていくみたいな。じゃあ入れ替わり多いんだね。そうだからあそこは出会いの場を求めて、なんか多分ストレートの人も一緒だけどさ、サークルっていうかそういうテニス教室とか行ってさ、半分ぐらいさ出会い求めてる人いるでしょそうだろうね。そういうサークルとかね。ちょっと盛り上がってきた僕がそうなんで、そういうなんだろうのもおすすめかもしれないですね。ゲイバー、サークル、アプリで地道に探す感じで。アプリもなんかオダチの経験上さ、内門よりさ、オダチが出会ったアンバードか、そうだと、なんかその自分たちの好きな趣味とかをなんかコミュニティみたいなやつに入っとけば、なんかこう今なんかよく CM やってるさ、価値観マッチングじゃないけどさ、なんかマッチ度が出るからさ、そうどれぐらいなんか同じような興味を持ってるかみたいなね。なんかそういう風な方がいいよね。なんか自分の興味のある部分とかさ、なんか共通する部分でマッチした方が、絶対話も合うし。そうで、僕たちはパン屋さん巡りだったっけなみたいなのをコミュニティ入ってて、それでなんかそこがマッチして、当日だったよね。当日美味しいパン探しに行きましょうかみたいな。っていうやり取りをしてで結局多分美味しいパン別に見つけず、普通にあれよね、星のコーヒーで星のコーヒーでね、お茶をしてねって感じだったね。
なんでおすすめはアプリだったらアンバードに入って、できる限り自分の興味のあるコミュニティに全部入っとく。そう入っといて、でその後人をマッチングでこう探すっていうね、がおすすめね。ということでちょっと喋り倒しましたけど、喋り倒しましたね。そうエンジン今頃入ってきたね。ということです。なので今回はね、9個か全部でそうねの質問に答えさせていただきました。まあこれからね質問が溜まってきたらこういう動画をちょっと出していこうかなと思うので、随時質問の方は質問箱の方へ募集しておりますので、気軽にぜひぜひ質問の方よろしくお願いします。お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。